皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。今回の戦型はですね、相穴の将棋になりました。少し相手の方がね、序盤にちょっと工夫があったので、通常の相穴戦、いわゆる定石賞などに出てる相穴とは少しね、変わった感じにはなったんですけれども、通常の相穴との違いなどもね、含めまして、ポイントを大盤で解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。対局の方を大盤で振り返っていきたいと思います。本局私は先手番ということでね、下ですね、はい、7六歩で8四歩6八銀、8五歩と、そして早めの飛車先の突き越しでしたね。で7七銀6二銀に、2六歩と突きまして、3四歩。そうですね、ちょっとこの8五歩が早いのが一つね、ポイントですね。4八金と私はね丁寧に受けました。これ一つの手なんですけど、仮に4八銀と上がりますと、これね8五歩同歩同飛車という強襲がね、これあったりします。同銀ですとこう角を取って成り込んできてね、飛車を渡すんでね、相手の方も怖いんですけど、こうで殺到される可能性があるので、居飛車を指される時はね、矢倉戦にかかわらず、もちろんこう金上がらずね、もう欲張る指し方もあるんですけれども、不安という方はね、もう8五まで歩が伸びたら7八金と覚えておけば、一方的に攻め潰されるということはね、なくなると思います。で、相手の方はここで5四歩と。そうですね、この5四歩も何気ない手なんですけれども、4二銀や、3二銀と上がっておいてですね、本局のように先手が2五歩ときたら、3三銀と。どちらかの銀のルートで銀で守る格好になるとね、相穴の基本的な序盤戦になるわけですね。銀がここに来る形ですね。お互いに飛車先を銀で受け合ってますね。これが相穴の定番の形なわけですね。本局は相手の方が5四歩と、突いたことによって、私はここでね2五歩と突いて、この飛車先の歩をね交換されるのをね受けるのに銀では間に合わないので、3三角とね角で受けたんですが、もうこの角で受ける形というのはね、銀で受ける形に比べると若干ね薄い部分があるんですね。本局それをついていくような感じの展開になっていきました。で3三角に対して5六歩で5三銀、そして、6九玉と寄りまして、4二玉。駒組みの整理なんですけどね、陣形の整理がついております。で4八銀、そして3二玉と。それでね7九角と引きまして、そうですね、この時に、ここをね銀で受けているか角で受けているかっていうのが、非常に大きなね、何気ないところなんだけど差になるわけですね。例えばこれ、銀で受けているとこういう形になってるわけですね。仮想、例えば角が引いたらこういう格好ですよね。角と銀が入れ替わっただけの格好なんですけど、こうなっていますとね、私の方からこう2四歩といっても、銀が守ってますしね、いくら角を引いてもすぐにね、攻めることできないんですが、本局はね角がこう上に乗っている形なので、実戦もそうだったんですけどね、2二玉と相手の方寄ったんですが、2二玉に対して2四歩とね、こうね角ですから、角交換でね飛車先の歩交換できると。これが一つね、先手側としては、実際相手の方同角なんですが、同角と取って、先手の私としてはこれが一応ね攻めとして、もちろんすぐ詰む詰まないではないんですけれども、こうね気持ちよく飛車をさばいてね、2三歩に、これね、横歩取る手もあるんですけど、横歩取るのはちょっと危険ですかね。これによってこれがうまくいけばいいんですけど、ちょっと2七角とか2八角とか、飛車が行ってもねすぐ詰む感じじゃないので、横歩を取らないで本局は飛車を引いたんですが、こう引いといて、角はお互い手持ちなんですけど、もう一個大事なのはねこの歩ですね。この歩が自分だけ手持ちになっているのが私の主張ですね。で2八飛車に対して、3二金と。そして5八金。そうですね、飛車先の歩は交換できましたけれども、先ほどね横歩取る変化でも言いましたが、飛車1枚でねこの王様を詰まされないっていうのは無理なので、こう一回ね、角は手持ちにしましたけど駒組みに移ります。で5八金に対して、4二銀上がると。そして、6六歩3三金、6七金右、この辺りはお互いにねじっくり駒組みですね。7四歩、そして5七銀、9四歩と。
まあこの金4歩を受ける手もあったと思います。飛車先の歩交換をしたことによってまだ王様がね、相手の方は場内にいるんですが、私の王様は場外ですのでね、まあ端を受けるよりも、まあ、王様の入場をね急いで7九玉と取りました。まあ受けてもあったと思います。受けて何かね特に、まずいことがあったというわけよりは王様の囲いを急いだと。そして相手の方は9五歩とね位を取ってきました。でまあこれでね、入る手ももちろん自然でね、まあ本局実際入ったんでここで入ってもあんまり変わりはないですね。1六はちょっとこちらの端歩をね、まあ、こちらは突き越しましたけどこちらはどうされますかっていうちょっとご機嫌伺いの、まあ、仮に受けられてもすぐにね何かあるというわけではないですね。はい。で実際1六歩に対しては5二金と相手の方は受けずに指してきました。そして8八玉と、入場しまして、まあこれでね、まあお互いに王様が入場したので攻めのね形をお互い作っていくというところに差し掛かってくるわけですね。で相手の方はここで6四歩なんですけれども、まあ戦後ね、まあやいやぐら戦なのでまあ非常に似た形なんですが、まあ一つね繰り返しなんですけど大きな形の違いがここに歩がいるかいないかですよね。この歩がこういるとまあほんとそっくりな感じですね。こうついてきながら同じ。ただ歩がいないのでね、いないというかもちろんなってるんでね、この部分がどう生きてくるかですね。でこれがですね、まあなんていうんですか、まあすぐ何かものすごい積まないのではないんですけどね、水面下でね結構大きいことが多いんですね。例えば一例挙げますと、ここで相手の方ね6四歩だったんですが、例えば6四銀とね、まあ、こう出る形もやってみたいんですよね。でこう7五歩とついて斜め棒銀のように攻めるっていうのは一つね、まあ攻めの形なんですが、先手にね歩が一歩乗ってますとこう6五歩とねこう突く手があるんですね。6五歩とね、まあこれは銀が下がってくれればね金ももりもりと出てって、まあ、先手もいい形になりますし、まあ、同銀とね取ってくるとねここに飛んだね、ここに歩がいるとないんですけど歩を持ってるんでね、こう打てば、まあ、なんてことは銀がいきなり取れちゃうんですね。なのでまあ実際6四歩なんですけど、まあ、銀が出ると6五歩が見えてるんですよね。まあこれも当然繰り返しになりますが、ここに2五に歩がいれば銀出るって相当有力ですよね。まあ有力だと6五歩には同銀と取れるからということで、直接的にまあ何かってわけじゃないんですけど、こういうね一歩持ってるととってもいいこと、特にこの場合ね相手が0対自分が1なんですよね。相手が自分2対1とかね、相手が持ってると違うんですけど1対0はねやっぱ持ってる方が結構大きいことが多いんですよね。まあ実際6四歩と、まあ、銀でね指さずに指してきました。で6四歩に対して、私は3四歩3六歩とつけまして、で4四歩に1五歩と、さあねじりじりと駒組みが進んでるんですが、ここで相手の方はね4二銀と引いたんですね。でねこれも7三桂と、これもやってみたい手なんですよね。まあすぐ6五ついてもね同歩でなんでもないんですが、まあ後手だけ指せば7三桂と飛んで6五とつけると、まあ同歩なら同桂ですから攻めの形になるんですね。ただですねこれも7三桂で飛んだ瞬間に7五歩という手があるんですね。これがもうここにある歩ですよね。これ同歩ですと7四歩と打たれて、まあ、飛んだ桂馬がいきなり逮捕されてしまいますし、7五歩に、まあ、6五歩もね、まあ、実際もちょっと似た変化あったんですけど取り込まれてね、やっぱり桂馬はそのまま狙われてしまいますし、じゃあ8四飛車って受けようかって受けると今度は7四歩同飛車に6一角と、すみませんこの歩は持ち馬ですね、失礼しました。こう打つ手がありましてね、金取りだ。金取りはじゃあ逃げようかと。するとこう角になってね、あっという間に飛車が一ひねりでね取れちゃうと。なのでこう桂馬を飛んでもやっぱり歩を持ってるとこの7歩はきついんですね。まあ6三金という受け方もあるんですけど、6三金には今度は4一角という手がすごいきつい筋で、これぴったりなんですよね。金取りで、まあ、すぐ取られちゃうその角なんですけれども、金取りを受け方がまずおろおろしますね。これ受ける、まあ6二飛車と受ければ7四歩と取ってしまえばね桂馬がで取れると。でこの角はね金寄るとこの G3 角がって取れますし、まあ、最悪金とね交換になっても、まあ、桂馬が取れますから金桂の角と交換で、まあ、先手が得するということで、これはねちょっと冒頭で今ちょっと最初言ったんですけどね、この歩が乗ってることが、まあ、想像以上にねパッと見た目以上に相手の駒組みにね制約を与えてるというのがねお分かりいただけるかなと思うんですよね。どっか動かすとその歩使ってる。で実際4三2二銀っていうのはね非常にまあ苦心の一手で、まあこれも金上がったりするとね一手で囲い完成するんですけど、上がってしまうと4一角とか6三角とかね、その空いたスペースを狙われた時に
まあ馬を作られちゃうので、なんとかこの金を上ずらないで銀を引いて、次に4三銀とかれればね、まあ後継になるよという手なんですが、ここでね3五歩と仕掛けた手がね、これが成立しましたね。で、まあ実際は同歩だったんですけど、まあ4三銀とね上がっとく手もあったとは思います。まあ、3四歩なら同銀。ただこれですと私の方も4六銀と、まあ、腰掛けておいて、まあこれも不満がないでしょうね。まあいつでも3四歩とか、例えばまあ5五歩とかね、あとはまあ3七桂と飛ぶような手もあるかな。まあこう攻めの形が自然にできそうですね。まあ、実戦は3五歩に同歩と取ったんですけれども、この時にも歩がいきますね。3四歩と。ね、この持ち駒の歩大きいですね。歩を打ちまして、同銀に7一角とね、これがぴったりした手でね、まあ一応これでまあなんていうんですかね、先手がまあ攻めが成功しましたかね。7二飛車と実戦寄ったんですけど、4四角成となりましてね、まあもちろんこれで3三銀と上がれば、まあ、王手銀取りでも銀が取れるわけではないんですけれども、5四馬と手順に攻めね、まあ損した歩を回収しましてね、で相手方8二飛車と。まあここまで進んでね、まあ、一応こう手順に馬ができたので、まあここはね難しかったですね。何かもうちょっとゆっくりした手、まあ実際6四馬からねさらに激しく動いていったんですけれども、まあ実際の今の時も言いましたけどね、馬はできたとはいえ相手の方の形も非常にいい形なのでね、まあ、楽観はできない情勢ですよね。まあ大きく何かを得したわけではないのでね、まあただじっくり例えば4六銀上がるとかね、上がって、まあ、4五銀でぶつけていくとか、あとはまあこうやってね中央を少しで薄くしたんで、例えば5五歩と突いておいて、まあ、次に6四馬と寄ってね、こうやることによって7三角に対しては馬をこうね逃げて、こう何ていうんですか、じわじわと今度この角をこういじめていくよみたいなね、こういう戦い方もあったかなと思います。でまあ寄った時に飛車を寄れば、ね、どんどん歩を伸ばすとかね、まあこういう感じもあったと思います。実際はね、まあ、非常に、まあ、皆様分かりやすくね馬寄ってね、まあ馬を寄ると当然相手の方も7三角と打てばね、ここに飛車がいますから、この貴重な作った馬が消えてしまって、なんか一見先手がね損したように見えるんですけれども、まあここで何もないようではね馬をね消えちゃった損があるんですが、そこで7五歩とね桂頭を狙うのが私の狙いで、やはりいずれにしてもねこの桂馬の頭っていうのはすごく受けにくいんですよね、将棋でね。まあこの歩に対して6三金ですとね、やはり先ほども言ったまあ4一角という手で、まあこうね、これ気持ちのいいラインなんですよね。金取りしたのにこの後ろ側のね歩のところまあ攻めれるということでね、8四飛車も先ほどの6一角の筋があるということで、相手の方はね7五歩に対してまあ部分的な受けは難しいので6五歩で攻め合いを目指しました。ただ7四歩と取ってね、これは桂馬がね取れる格好、あと矢倉がね総矢倉なのでね、この銀がいない矢倉ですとちょっと薄いんですが、ここに銀いますからね、結構攻めは難しい。実戦6六歩と取って同銀右と、そして相手の方6五歩と打ったんですが、まあ一番まずいのはここですね。ここ行っちゃうと、3九角と打たれて飛び上がっちゃいますね。桂馬取る前に先に銀取られちゃうんでね、まあ形はいいんですけれども、あとはまあ7三歩成といってこう飛車取りだからこう行きたい手もあるんですけど、こう行っちゃうと銀を取って、まあ飛車を取って金を取られるといった、まあなんていうんですかね、相手方の捨て身の踏み込みの時にまあねこう取ればまあすぐこっちの王様危なくなるわけではないですけれども、このねまあ非常に飛車に強い矢倉に対してまあこんなに薄くされるようなリスクをねしょうがなくてもいいかなと。もちろんこういう指し方もあったと思うんですが、わざわざね、もう取れることが確定している桂馬に対して、まあ、ここまでね自分の方も犠牲を払う必要はないということで、まあ、銀をね5七銀と、まあ、引きましてね、まあ、これ悔しいんですけどここだけ儲けちゃえばねいいですよっていう姿勢ですね。でこう相手また7二歩辛いですね。この7二歩は辛いですけど他にちょっと手が難しかったですね。もう打ち込む駒がないんでね、桂とか香があればこれ打てるんですけど、7二歩はまあ桂馬は損するけれども、まあ粘り強くねと金を作られるよりはいいという手ですね。で7三歩、まあここは先手優勢ですよね。まあ桂馬得してますし歩もいっぱい持ってますしね。でまあここからリードをどう広げていくかですけども、2六桂と、まあ、ここに打ってねこの、矢倉のね本陣を攻めるのが分かりやすいでしょうね。まあ、銀が上に逃げれば3四歩という手があるので、相手方4三金右ね、これすごい非常にしぶとい手でした。でまあこういうふうにね、まあ、いつでも取れる駒っていうのは取らずに後に取った方がいいですね。逃げてくれば歩が打てるので、これ5五角と。ま
着実にね少しずつリードを広げるって感じですね。回ったで首じゃないですけどね、別にここで馬ができたところで勝ちというわけではないんですが、ちょっとずつリードを広げて最後にドンとね決めるという構想です。で5五角に対して相手の方は4四歩としぶとく受けたんですが、7三角成8一飛車と、相手の方も非常にしぶといですけどね、ただここで1四歩と。ここはいろいろあったと思います。3四桂とね普通に銀取っていく手もあったと思うんですが、薄くなった端をね狙っていきます。1四歩同歩1二歩と、私の方としてはねこの桂馬を早く取りすぎて、こうとかね、一応これだけですぐ倒れちゃうわけじゃないですけど、反撃だけはね、考えておかないといけないです。で同香でしたら1四歩同香1五歩と打てばまだ歩が3枚ありますので、同歩に1四歩と打てばね香車をどんどん引きずり出して取れると。で相手の方は同玉だったので1三歩と打ちまして、で、同桂と同玉と打ったんですが、1四香と走って、結構この辺はね、手順の攻めというかね気持ちのいいとこですね。はい。で、1二に玉に1二歩と打ちまして、同香、1三歩と、そうですね、これはもう細かく攻めていくと。同香でしたら同香成同玉に、1八飛車と寄ればね桂馬が効いてますから攻めが続きます。実戦は同桂と、桂馬でね相手の方非常に腰が重いですね。繰り返しなんですけど、これでなんですけど、これですとね私の方が次何取りでもないので、これいつでもね銀取る手桂取る手があるので、ここで6三馬と、いわゆる一球緩めるじゃないですけどね、攻めの形を変えていきまして、1一飛車とね、徹底抗戦なんですが1八飛車と寄って、これ非常にね手順の攻めで分かりやすくなってきましたね。で2五銀、これはしつらい手ですけどしょうがないですね。他に自分の方から動かすところがないですよね。2五銀と上がったんですが、これに対してはね3四歩が気持ちのいい手でね、逃げたところに歩が打てるんで非常に気持ちがいいと。で3四歩に対して3四同銀と取ったんですが、今度同桂と取りまして、ここからはね寄せというか決め手にきますね。同金に5四馬とね、この金に今度は狙いをつけます。この1三香成をね最後に回すのがコツですね。で、3三金引きと引いたんですが、3七桂とね、これがね絶好の活用ですね。実際3六角と打ったんですけど、銀を引いてもね引く方が粘りはあったかなと思うんですが、1三香成と取っていって、同香に一回死に逃げるような手もありますし、桂馬が入るとまたね2六桂のような手があるので、ちょっとこれもね銀を引いては自利品ということでね3六角と勝負に来たんですが、今度は2五桂と取ってしまって、1八角成に3三桂成とね、さっきまで2九にいた桂馬が、金銀をね2枚取りまして、同玉に1八馬と引いて、これはねすっきり、先手がね大きな駒得で勝勢となりましたね。で実戦は、この1八馬に対して、2五桂と飛んだんですが、5四馬とね、ここは寄せですね。上に相手の方が一応入玉の含みがあるので上に追わないのがコツです。5四馬と出まして、1四香にバッサリね3二馬と切ってしまいまして、同玉に3四銀と打ったところで相手の方の投了となりました。この局面はね、相手の様に王手が勝ったわけじゃないんですけれども、次にね金銀3枚とかかりますから、分かりやすく金をベタベタと打っていけば詰みの格好ですね。で相手の方の持ち駒に、受けにふさわしい適した駒がないんですね。飛車角桂香ばかりなので、ちょっと受けていても一挙に切っていって、で私の王様にねほらほら矢倉が手つかずということで投了もやむを得ません。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね相矢倉と言っていいでしょうね、相矢倉戦でした。その相矢倉戦の中でもねちょっと一部ね定石とはちょっと違ったのが、私がね一歩持った形のね、角を持ち合った形の矢倉戦っていうのは一つね本局のねポイントの一つとなりましたね。一歩持ってることが、生きるパターンとねあまり大して体勢に影響なく
進んでいくパターンね、いろんな展開が将棋が考えられるんですけれども、そういったあたりを繰り返しね、皆さんも見ていただければいいなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。